ぎ協議することを誓います。ただいまよりメンテナンス協議を開始します。メカニックとして入社したからには結果を残したいな若い人と同じぐらいできるので予選を勝ち抜いてきた14チームのサービススタッフたちが続々と池田市の会場に集まってきました。日本一のダイハツサービススタッフが決まる大会、ダイハツサービス技術コンクールの様子をインナーコミュニケーショングループのジョーが取材しました。皆さんは全国約6000名のダイハツサービススタッフの中から厳しい予選を勝ち抜いてこの場にいます。大きくは学科競技と実技競技に分かれております。実技競技では走行を伴う故障診断部門と車両静止状態での故障診断部門、メンテナンス部門の3つの部門で競技します。走行を伴う故障診断競技は大会1日目に滋賀テクニカルセンターで実施されました。動的な不具合に対する原因探求、処置力の確認が狙いです。チーム2名で車を運転して不具合を確認、そして正しい修理手順で処置できるかがポイントになります。それでは故障診断競技を開始します。大会2日目、故障診断競技が始まりました。まず走行中力がないような感じ。故障診断競技ではお客様への的確な問診と整備説明能力、故障診断の技術力の高さと効率の良い作業を競います。事故の確認をさせていただきます。配線の断線が確認が取れました。サーキットテスターという電気の流れを見るとお好みのモードです。メンテナンス競技では定期点検の正確さに加え、速さや質の高さ、お客様からのご用命事項の解決がポイントです。24ヶ月点検57項目、日常点検15項目をいかに正確で効率的に作業できるかが重要になります。こうして2日間にわたる熱い戦いが終わりました。全国大会優勝は埼玉ダイハツ販売株式会社チーム、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。埼玉ダイハツ販売チームの皆様、どうぞ前にお越しください。おめでとうございます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 。皆さんの声援のおかげで、得られた結果だと思っておりますので、ありがとうございます。ちょっと中年の人に夢を与えられるように、第一線でこれからもですね、整備士としてお客様に、感謝の気持ちを伝えていければいいかなと思います。最強最高の埼玉ダイハツチームだったなと思っております。ありがとうございます。全国から集まったよりすぐりの選手たちの技と思い、応援する仲間たちも一体となった熱い2日間でした。ということで、私ジョーが優勝チームを追跡取材するべく新幹線に乗り、はるばる関東の地にある埼玉ダイハツ販売株式会社を訪れました。販売会社に来るのは初めてなので少し緊張します。ちょうど朝礼が始まりました。社長もフロアで一緒に朝礼されてるんですね。ショールームに隣接するサービス工場の一角にある
チームの特訓場所に案内してもらいました。この部屋で約半年間缶詰状態で訓練を受けていたそうです。まずは監督とトレーナーに話を聞いてみました。自分が優勝したっていう時より今回とか前回3位だったとかっていう時の方が嬉しいです。サービスマンってこうチームでやってるものだと、その先にいるお客さんに喜んでもらうみたいな、教育体制をしっかりしなきゃいけないっていうのがまず本部に来てから私の使命だと思ってやってて、っていうのがやっぱり成長を感じられないとその会社にいてくれないというか、ただやっぱり教育ってきれい事だけじゃできないというか、一番泥臭い仕事、いかにその子との人間関係を築けるかどうかが一番重要だなって本当に思うようになってきて、毎日こうやっぱり模擬問題みたいなのやるんですけど、できないことの方が多くて、そうするとすんごいメンタル落ち込んで、そうなんですね。だけどね、うちにはね強い武器がありまして、塩梅っていうのがいますけど、彼女ずっとここで明るくしてくれるんで、なんか本当数分で本当になんか元気取り戻すみたいな、そのくらい会社のね看板背負ってプレッシャーの中でやってるから、すごく重要なのがその彼女の存在もあるんですね。優勝した飯島選手と松島選手は別々のお店で勤務されているみたいなので、まずは松島選手の働く北本店を訪れました。お、垂れ幕がかかってる。サービス工場に行ってみます。松島選手はいました。早速お話を伺ってみたいと思います。メカニックとして入社したからには、出場してみたいな、結果を残したいなっていう思いがずっとあって、で、出ることによってお店の人のためにも、知識を持って帰れたりとか、お客様の小さい疑問にも対応できるようになるんじゃないかなっていうところで、絶対いい結果を残そうっていう意気込みで臨みました。はい。日頃の業務でも点検一つにしても、あとは重整備とかにしても、自分でまず考えてどういう風な順番でやったら効率がいいかなとか、無駄がないかなっていうのを、このコンクールの選手として出て考えられる力、能力がすごく身についたと思います。治りましたよって説明してあげた時にありがとうよかったってほっとした顔を見れるのがやっぱり一番嬉しいですよね。それが一番メカニックやっててよかったなって思える瞬間というか、このために多分頑張ってきたんかなっていうふうに思いますね。次は熊谷南店にやってまいりました。もう一人の飯島選手が働くサービス工場に向かいます。あ、飯島さん、ちょっとお話を聞かせてもらえますか？単純にですね、もう、私がもう40を過ぎてまして、最新技術っていうんですかね、そこに対応できるっていうのが、なかなかやっぱ年取ってくると厳しい。今回この、半年間の、勉強をした上で、やっぱりまだまだ、年取ってる、努力すれば若い人と同じぐらいできるんだぞっていうのを、証明できたかなっていうのですよね。もう結果が物語ってますもんね。心を開いていただくっていう感じですかね。特にサービススタッフだとこの一期一会じゃないんですけど、まずはちょっとこちらのことを知っていただいて、なるべく多くのことを言ってもらえるように、聞き出せるようにというのは意識はしております。自分が勉強して自分で考えて導き出した答えが、自分が自身が納得ができて、お客様も納得できれば、それが一番嬉しいですかね。なるほど。そう困ったことがあっても素直に全然もう気軽に聞けるもう兄貴みたいな存在で、ちょっと競技の練習見たんですけど毎日辛そうで心配をせずに技術コンクールに専念できるように、チーム一丸となって
頑張りました。それが唯一のできたサポートだと思います。もうこっちは気にしなくていいんで頑張ってきてくださいっていう感じで、その代わり優勝してくださいみたいな。まあ彼も頑張ってるのでお店一丸となって売り上げも全部達成しようっていう勢いで頑張りました。埼玉ダイハツに来て、で一つやはり風通しのいい企業風土を作ろうよってみんなに言ったんですよ。私は必ず拠点に行ったらまずお店の中にスッと入るんではなく、サービス工場に入って「ご苦労さんいつもありがとうね」という声をかけながらお店の中に入っていくようにしてるんですよね。ありがとうの量産をしていこうよ、何かを手伝ってもらったらありがとうと言ったら、やっぱり手伝った方も喜ぶし本人も気持ちよくなる。でそれが最終的には風通しのいい企業風土につながるというふうに思って今取り組んでいる最中です。選手の努力はもちろんのこと、職場の皆さんの温かいサポートと風通しのいい風土があってこその優勝だったのだと分かりました。そしてみんなのそういった意識や行動が日々のサービス品質を支える大きな力になっていると今回の取材を通して改めて実感しました。